こんにちは、ジーリプトです。本日月曜日は通常であればお休みなんですが、大きなファンダが出たので動画に残しておこうと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークター東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では第5子の再生も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、まず大きく話題になっているのが、バイデンの大統領選撤退ですね。これまで撤退説が流れてましたが、バイデン陣営がそれを否定、ただその後ですね、バイデンがコロナにかかったという話になりまして、以前からバイデン陣営側は健康上の問題がない限りは大統領選を辞退しないと、声明を出してたんで、コロナにかかったということは辞退するんじゃないかと、また囁かれ始めたんですけども、その後またバイデンは来週から選挙活動を再開するらしいという報道が出て、2点3点どころか4点5点くらいした結果ですね、今回バイデンのアカウントから正式な大統領選自体の声明が出されています。バイデンのとこを読みますと、民主党の皆さん、私は指名を受けないことに決め、残りの任期中は大統領としての職務に全力を注ぐことにしましたと。2020年の党候補者としての私の最初の決断は、カマラ・ハリスを副大統領に選ぶことでしたと。そしてそれは私が下した最高の決断でした。今日私はカマラが今年の党の候補者になることを全面的に支持したいと思いますと。民主党の皆さん、今こそ団結してトランプを倒す時です。やりましょうと声明が出されています。ポリマーケットの賭け市場の方でもですね、その大統領選の勝利者予測では、バイデンの名が完全に消えてまして、ハリスが単独2位となりました。民主党としてはハリスを次期候補者として推してるんですけども、世間的にはトランプに対抗できるほどの人気がないと見られてますね。バイデンに任せても厳しかったですけども、ハリスになっても民主党としては未だ厳しい状況です。民主党はね、もう完全にハリスで行くんでしょうかね。私個人的にも新たな救世主を無理やり生み出さない限り、厳しいんじゃないかなと思います。で、また今回のバイデンの撤退でミームの方も動きがありまして、これまで高騰していたバイデンミームは暴落、逆に最近高騰し始めていたハリスミームは続伸しています。トランプ関連のミームは現状維持といった感じでしょうかね。このミーム市場の今後も注目となっています。でまたビットコインの方はバイデンの撤退の声明が出された瞬間ですね、急落してるんですけども、その後イーロンの目が青く光ったせいなのか、前もどころか元値以上に反発して、また仮想通貨全般が盛り上がってますね。昔赤いレーザー目がビットコイン推しの合図みたいなのが流行りましたけども、今回のこのタイミングでの青目は何を意味するんでしょうかね。ビットコインの価格は現在68,100ドルあたりを推移しております。昨日は米市場お休みだったんで動きはないですが、他市場を振り返りますと、米国債券には 4.24 を推移しておりまして、ナスダックが 19,522、S&P500 が 5,511、ダウ平均が 42,87、金ゴールドが 2,400 ドル、日経平均が 40,63 円、ドル円が 157.3 円となっております。ビットコインの先物の方では、生産もそれほど走ってなくてですね、オアヤ全体でプラス 0.8%、額としては362億ドル相当と、先週末から増加傾向となっています。比率としては全体ではロングが 53.2%、バイナスミはロングが 50.3% と上入りになっています。今後の指標としては本日7月22日にドイツの小売、中国のローンプライムレート、7月23日に米リッチモンド連銀製造業指数、米中古住宅販売件数、7月24日に米 PMI 速報値、米新築住宅販売件数などが控えております。先週末から仮想通貨市場が単独で強くなってですね、さらに今回のファンだと、各国の戦争懸念もありますけども、仮想通貨市場単体で見たら完全に空気が変わりつつあります。この調子だと本日の ETF もまた流入がありそうですよね。あと仮想通貨市場の今後の大きなファンダでは、明日7月23日に米国のスポットイーサ ETF 取引開始、7月27日にビットコイン2024でのトランプの演説ですかね。イーサ BTC 立てで少し弱い状況です。ビットコインのチャートだけ見たら68,000の攻防を上抜けしてまして、相手値コースが見えてきてます。ここを抜けて72,000の抵抗を抜けるとなると、
もうほぼ A 定値確定ですが、68,000、72,000を抜き切れずに4月27日を迎えると、事実売りでまた再度調整といったシナリオも十分考えられますね。週足もここで確定すると、短期では怪しい感じになってます。ここで折れた場合ですね、下再度62,000あたりで反発できるかが焦点になると思います。今後の市場の子に引き続き注目ですね。ちょっと今回は簡易的になりましたけども、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。